皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の経済状態を示す指標の一つである株式市場の話題を一つ取り上げようと思います。今朝私は一つのニュースで非常に驚きました。それはアメリカの非常に有名な投資家ウォーレン・バフェット氏が日本株を買いましたというニュースが流れたからです。現在お金の中心がどこにあるかといえば、それはアメリカです。アメリカの株式市場は今まさに絶好調で世界中からの富が集まっているところです。例えば GAFAM と呼ばれる企業、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft、これらの企業の株価の時価評価額の合計というものは、日本の東京証券市場の全ての企業の株価を足し合わせたよりも多くなっています。もちろんこれら GAFAM の企業が非常に世界市場における大きなシェアを占めていて、そのために株価も非常に高いということもあるのですが、現在は新型コロナウイルスの影響もあって世界各国が競ってお金を市場に流しているような状況です。ですから勝ち組によりお金が集まるという現象が起こっているのです。その中においてアメリカの投資家であるウォーレン・バフェットがアメリカの株ではなく日本企業の株を買っているというのが一つ大きな衝撃をもたらしたわけです。ただし、ここで一つ注意しなければならないのが、このウォーレン・バフェットが日本企業の株を買っていた時期がいつだったかということです。決して今日買い始めたわけではなく、あくまでもこれまで買い進めてきて、その結果として非常に多くの株を買い集めましたよというのが一つ明るみになったわけです。ですから、彼が日本企業の株を買っていた時期というのは、安倍総理が辞任表明をする前のことです。このあたり政治的な絡みについても今回は解説をしていきましょう。今後の日本経済を表す株式市場は一体どのような方向に向かうのか少し考えてみましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。バフェット氏、日本の未来に参画。5大商社株を取得。著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるアメリカバークシャー・ハザウェイが伊藤忠商事など5大商社株を買った。バークシャーが日本の上場株を本格的に購入するのは初めてとみられる。史上最高値圏にある米国株に比べ、割安な日本株に照準を当てた可能性がある。米国株に偏っていた運用の是正に一歩踏み出した形だ。バフェット氏は声明で、日本と5社の未来に参画できることを嬉しく思うと述べた。バフェット氏が上場株運用で声明を出すのは異例で、期待の表れとも言える。長期投資先に選んだ日本の5大商社については、世界中で合弁会社を作っていると指摘した上で、将来、相互に利益をもたらす機会があると望んでいると述べた。バークシャーは傘下の事業会社に保険やエネルギー、金属加工メーカーなどを抱えており、将来の協業にも期待感を示した。取得したのは、伊藤忠や三菱商事に加え、三井物産、住友商事、丸紅の5社。全週末終値の株価で計算すると約6700億円になる。以前バークシャーが円債の発行で調達した6255億円を軍資金にしたようだ。30日に90歳の誕生日を迎えたバフェット氏はアメリカネブラスカ州オマハに本拠を置く投資会社バークシャーを率いる。長年の運用実績からオマハの賢人と呼ばれ、世界中の投資家がバフェット氏の言葉に耳を傾ける。6月末時点で上場株を2074億ドル、日本円で21兆円分保有し、大半は米国株で、アップル、バンクオブアメリカなど4社で全体の7割を占める。海外企業への投資は、中国の電気自動車最大手、BYD などに限られる。バークシャーによる日本の上場株の大量保有が明らかになったのは、今回が初めてだ。2008年に傘下の工具大手、IMC グループが、未上場企業のタンガロイを買収し、バフェット氏が11年の東日本大震災後に同社の工場を訪問したことがある。当時、日本経済新聞のインタビューで、私の関心を引く日本の大企業がいくつかあると述べていたが、バフェット氏が実際に動くことはこれまでなかった。今回の5大商社株取得は、バークシャーが組入れ銘柄の見直しを進める中で明らかになった。同社は、新型コロナウイルスの感染拡大以降、アメリカエアライン株をすべて売却したほか、アメリカの銀行株の保有も一部を除いて減らしている。一方、バークシャーの手元資金は1465億ドルと過去最高水準まで積み上がっており、有効活用を求める株主の声は日増しに強まっている。日本株は PER、
株価収益率などの投資指標で見ると、史上最高値圏の米国株に比べて割安で、余剰資金の振り向け先として白羽の矢が立った可能性がある。31日の東京株式市場で、日本の5大商社の株価は寄り付きから上昇し、上げ幅を拡大している。丸紅が一時前日比 14% 高となったほか、住友商事と三菱商事も 10% 前後の上昇で推移している。資源価格の下落懸念で伸び悩んでいたが、一転して急騰した。まず、ウォーレン・バフェットがこの日本企業を買いましたよというニュースで、一つ注意しなければならない点があることは、ニュースを読み上げる前にもすでに一つ言いました。それは、この株を買ってきた時期というのは決して安倍総理が辞任を表明した後ではなく、その前だということです。なぜそのような時期に買っていたかというと、安倍政権が掲げていた政策というのは、基本的には株高政策だったからです。株高政策というのは、アベノミクスで言うと、金融政策でお金がジャブジャブと市場へと流れる、もしくは企業に対する減税措置などを指します。市場環境として企業が発達し、それによって企業業績が伸びれば、当然のように株式の評価額というものも上がりやすくなります。また、金利が安く、お金の運用に困った場合に株の方がいいなというそういった道筋をつけることも株高を招くことになります。ものすごく単純化した話ではありますが、安倍政権というのは先ほども述べたように株高を導く政策というのを基本的には行ってきました。そして以前の政権、民主党政権の時から比べると日経平均というのは基本的には右肩上がりをずーっと続けてきたわけです。日経平均が1万円だった時代もあれば、日経平均が1万5000円だった時代もあり、そして現在では日経平均が2万何千円というその高い数値を示しています。現在の株価というのはそうした意味で自然現象として起こったわけではなく、政権が意図的に作り出した株高の位置なのです。そしてこの株高のために大きなお金が使われました。それは日銀であったり年金運用のお金です。こういった類のお金が市場へと流れ込み、そして株価を押し上げるという効果は非常に大きなものがあります。それは海外の投資家から見れば、底値で買ってくれる大きな買い口があるということを表すわけですから、ある程度安心して買うことができるわけです。政権の意思として株高を歓迎し、それを促すような政策が打たれている。そのような国というのは基本的には安値では確実に買える状況なわけです。そして実際に日経平均は上がっていき、株を買っている人たちというのは基本的には儲かるという仕組みになっていたわけです。しかし、すべての株がじゃあどんどんと上がるかといえば当然のようにそうではありません。例えば株式市場においては2つの分類方法があります。それは成長企業なのか、それとも割安企業なのかといった2つの指標です。成長企業の場合だと、例えばアメリカの Amazon であったり Google であったり Apple などがこれらに該当します。積極的な株主配当などをするわけではなく、あくまでも企業の儲かったお金は企業の活動へと再投資、それによってさらに売上高や市場シェアというものを取っていくという、そういった企業です。一方で割安企業というのは業績はある程度安定、もしくは盤石ではあるものの大きな成長は見込めない、そういった企業のことを言います。こういった企業の場合だとある程度の計算は立つのですが、飛躍的な成長が見られないために株式市場としては非常に地味な存在となります。ですから景気循環株といって、景気が悪くなった時にはその手堅い業績などを買われることもありますし、またそういった企業の場合だと配当もそこそこ良いということもあって大きく値崩れしない、だから長期投資に向いているといった具合にして株式市場の中にある一定の位置を占めていたりします。そのように成長企業株なのか、それとも割安株なのかといった分類などで言うと、商社株というのはどちらかというと成長企業ではなく割安株として見られることが多いです。商社の場合だと天然ガスなどのように大きな価格変動に飲み込まれるということもあるので、決して業績が安定しているとは言い難いのですが、しかしその業務やその規模などにおいては盤石であるとも言えます。日本の5大商社株がじゃあ潰れるのかといえば、そう簡単には潰れないでしょう。もちろん株に絶対はありませんから、例えば取り扱っている商品その全てにおいて何か付け狙うようなテログループなどが現れて徹
徹底的に攻撃されるなどといったようなちょっと予期しないようなことがあったら話は別かもしれませんが、そういった特殊要因がなければこういった商社株というのは世の中には必要な企業であり、そうした意味ではなくならない業務の会社でもあるのです。そして記事の中でもあるように、基本的に今アメリカの企業株というのは非常に高値圏にあります。アメリカのナスダック市場における GAFA 関連やもしくは半導体関連、またインターネット関連の企業などは非常に高値をつけています。このような成長企業への投資というものをウォーレン・バフェットとしては決して得意としているわけではありません。現在アップルに対する投資額を非常に多くしているわけですが、彼の得意としているものはそうした成長企業への大規模な投資というわけではなく、むしろ安定的な成長や安定的な高配当株といったところの方がむしろ彼の好みだったでしょう。そういった意味で現在のアメリカの株式市場というのは決してウォーレン・バフェットにとって好ましい状況ではありません。波乱の続いているような状況にあっては、どうしてもその波乱に対応するには彼の投資スタイルというのは決して目覚ましい成果を上げるわけではありません。むしろ安定的な市場の中にあってバランスの良い銘柄投資などを通して確実に利益を上げていくような投資家です。と様々言ったわけですが、基本的にはウォーレン・バフェットがこの日本株を買ったことそれ自体は現在のアメリカの株式市場が一つ高値にありすぎるという反動から日本株に投資したことが考えられます。そしてウォーレン・バフェットが日本株を買ったということを一つの呼び水として海外からの投資資金が日本株市場に入る可能性というものがあります。とここまでは一つのプラス要因なわけですが、大きな暗雲が今の日本の株式市場には存在します。それは政治的な暗雲です。ウォーレン・バフェットが日本株を買っていた時期というのは安倍政権で、その安倍政権が掲げていたのは株高政策ですという話をしました。ですから安倍総理が辞任を表明したことによって次の総理大臣がこの政策というものをひっくり返すかもしれないという一つの問題があるわけです。それこそ安倍総理のアベノミクスを批判する人たちの中には、日本株を買っている日銀や年金運用を批判し、これらをやめるように言う人たちもいます。例えば日本の年金運用などにおいてはその 25% が日本株で行われています。それによって年金運用のプラス額というのはプラスの60兆円にもなっています。60兆円という額が非常に大きいので、私自身は日本株を買っていたこのことそれ自体は非常に良いことだと思っていますが、批判する側としてはプラス60兆円も黒字を出してけしからん、こんなものはゼロにすべきだ、なぜならばその黒字になっている部分というのはギャンブルの結果だというふうにして批判するわけです。このあたりの話というのは別の動画で話しましたが、日本の報道というのは基本的にある時期ある一点において、例えばこの3ヶ月の間にはマイナス赤字になりましたね、だからやめるべきだという話をして、決して全体として黒字が大きくなっているという話はしません。ですから報道として見るのは必ずと言っていいように、年金運用この期間においては赤字になった、これはギャンブルだ、だからやめろという話ばかりを多くの人が目にすることになるでしょう。しかしこのような話にも一つ大きな問題があって、先ほども述べたように株高政策というものを政府が取っているからこそ成り立つのです。株高政策というものをそもそもやめて株安政策へと振り切って、例えば財政出動についてはもっとギューッと絞って、日銀などがお金をジャブジャブ出すのももうやめろといったような形でギュッと締めてしまえば、あっという間に動きは止まり、これまでの株高政策のその反対逆回転現象が起こることになるのです。そういったわけで安倍総理が辞任しますよとニュースが流れた先週金曜日の午後2時というのは非常に大きな衝撃が株式市場にも走りました。基本的に安倍総理が掲げていた株高政策というものがもしかしたら終わるかもしれないという、いわゆる不透明感によって日経平均が大きく値下がりしたのです。日経平均が値下がりするということは、日経平均を構成する日本の株式市場の株価が大きく値下がり、つまり株価が売られまくったということを示します。さて、少し取り留めのない話になりましたが、一つ結論として言えるのは、今後日本の株式市場がさらなる右肩上がりになるのか、それとも横ばいになるのか、そして右肩下がりへと転じてしまうのかというのは、実は政策に依存している部分があります。そもそも現在の日本経済というのは新型コロナウイルス対応で大きなダメージを受けています。それは観光業だけではありませんし、運用だけでもありません。多くの人々が動きを止めたというこの現象によって経済活動それ自体が大きく萎縮したのです。そして日本の経済活動というのは昔であれば製造業が主でしたが、現在においてはサービス業がその中心へとなっています。そしてそのサービス業と言われるもの、それらについての
動きというものが新型コロナウイルス対応で大きく止められたこの1年、そのダメージというものがあるのですから、実体経済としては非常に悪い状態になっています。株価は高く、しかし実体経済が悪いというこの乖離を埋めるようなこと、つまり経済状態が悪いから株価が下がって当然だというような形で収まってくれば、それは結局は株安によるさらなる企業活動の萎縮を招き、実体経済をさらに悪くさせるという効果をもたらします。現在、安倍総理は次の総理大臣が決まるまでは職務を続行するということを表明していますが、次の総理大臣が誰になるかというのはそういった意味で日本経済を上向きにさせるか、それとも下向きにさせるかという非常に大きな出来事でもあるのです。皆さんは今回の話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。普段とは違って少し政治的な話というよりもビジネス的な話なので取り留めのない部分があったかとは思いますが、最近私の動画にもこうした政治的な話はちょっと疲れるという話もあるので、少しばかり息抜きにもこういった違う趣旨の話というのも耳を傾けてはどうでしょうか。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。